メタン、大変なのだ。ずんだもんの時計が壊れたのだ。壊れてないわよ。でもね、世界の時計のルールの方は本当に変わろうとしているの。へえ、どういうことなのだ。2026年10月、フランスで開かれる国際会議でウルー病の廃止が採決されるのよ。ウルー病廃止。順番に見ていきましょう。まずはウルー病のおさらいね。ずんだもん、1日は何秒かしら。簡単なのだ。24時間 ×60 分 ×60 秒で86,400秒なのだ。正解。でもそれは原子時計が刻むきっちり正確な1日の長さ。一方で地球が1回転する時間で決まる1日の長さは実は毎日微妙に違うの。地球ってそんなに適当なのだ。潮の満ち引き、地球内部の流れ、大きな地震、いろんな要因で自転の速さは揺らいでいるのよ。だから原子時計の時刻と地球の自転から決まる時刻は少しずつずれていくの。そのずれが 0.9 秒を超えないように1秒を足して調整する。これがウルー秒よ。なるほどなのだ。時計の方を地球に合わせてあげてたのだ。その通り。1972年の運用開始からこれまで27回すべて1秒を足す方向の調整だったわ。うまくいってるならそのままでいいと思うのだ。なんで廃止するのだ。コンピューターにとってウルー秒はとんでもない厄介者だからよ。普通時刻は58秒、59秒、00秒と進むわよね。でもウルー秒の日は58秒、59秒、そして60秒、存在しないはずの秒が突然差し込まれるの。6、10秒、そんなの想定してないのだ。実際2012年のウルー秒の時には世界中の大手ウェブサービスでシステム障害が起きたわ。うわ、たった1秒でそんなことになるのだ。しかも今もっと怖いシナリオが近づいているの。もっと怖いシナリオ。2020年頃から地球の自転が速くなっているのよ。速くなるとどうなるのだ。今度は1秒を引く必要が出てくる、いわゆる負けのウルー秒ね。59秒の次がいきなり00秒、59秒がこの世から消える調整よ。今までと真逆なのだ。そして負けのウルー秒は1972年から一度も実施されたことがないの。専門家は2035年までに必要になる確率をおよそ 30% と見積もっているわ。ぶっつけ本番で世界中のインフラを動かすのだ。怖いのだ。金融、通信、電力、航空、1秒のズレが致命傷になる分野ばかり、あまりにも危険なのよ。じゃあこれからはどうするのだ。連続的な協定世界時並行するの。途中で秒を足したり引いたりしない切れ目のない時刻ね。でも地球とのズレは放っておいていいのだ。許容範囲を今の 0.9 秒から一気に3600秒、つまり1時間まで広げるのよ。1時間ざっくりしすぎなのだ。でも計算上1時間分ずれるまでには数百年かかるの。つまり私たちが生きている間は時刻の調整はもう必要なくなるということ。なるほどなのだ。問題を数百年先に送るのだ。そしていずれ調整が必要になったらまとめて1時間を足す。だからブルー時間と呼ばれているわ。それはいつ決まるのだ。2026年10月13日から15日フランスで開かれる第28回国際度量構想会、ここで採決されるわ。実は2022年の前回の会議で廃止するという方針そのものはすでに決まっていたの。じゃあ今回はその仕上げなのだ。承認されれば適用開始は2027年5月20日。ちなみにこの日は世界計量記念日よ。おしゃれ
んの生活は何か変わるのだ？ほとんど変わらないわ。スマホの時計も電波時計もこれまで通り。変わるのはウルー病のたびに深夜まで待機していたエンジニアたちの運命ね。その人たち、今世界一喜んでるのだ。一方で天文観測や測位のように地球の向きそのものを扱う分野は別の時刻を使い続けるから影響は限定的よ。それじゃあまとめるわね。ウルー病は2027年5月20日から事実上の廃止。地球とのズレは1時間まで許容。数100年。調整は不要になる。理由はシステム障害のリスク、特に未経験の負けのウルー病を避けるため。半世紀続いた1秒の調整がついに終わるのだ。ちょっとだけ寂しいのだ。時間の決め方が変わる瞬間に立ち会えるなんてなかなかないことよ。10月の採決に注目ね。面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。最後にお知らせなのだ。フードデリバリーのロケットナウが今配達パートナーを募集中なのだ。登録の時に招待コード MRNMWEEG を入れると1000円もらえるのだ。1秒を争う配達でもコードの入力だけは忘れずにね。リンクは概要欄からどうぞ。最後まで見てくれてありがとうな。